今日は可愛いアニメのような日本語由来のスタイルを紹介していくよ。まず最初にスノのスタイル欄に日本語を入れたらどうなるか話しておくね。英語の大文字小文字が別の効果になるように、ひらがなとカタカナも別のスタイルになるよ。例えばカタカナロックはカタカナロックだけを学習元にして、ひらがなロックや英語ロックは学習元にしないってこと。日本語は英語を学習元にできないから、残念ながら効果の出るスタイルはほぼない。いくつか効果のあるスタイルはあるよ。ポップは J-POP、ロックは J ロックになる。でも大半の単語で効果が出ないから、スタイル欄で日本語を使うのはおすすめしないよ。でも日本語が由来の英単語、例えばこと、三味線、太鼓、アニメ、かわいい、同人、この手のスタイルはいろいろとあるよね。こんな風に日本語が由来の英単語で効果のあるスタイルを今回は紹介してみるよ。動画の前半では音楽とは無関係だけど、有名な日本語由来の英単語スタイル、動画の後半では音楽と関係がある日本語由来の英単語スタイルを紹介するよ。それじゃまずは音楽とは無関係なスタイル、柴犬、将軍、忍者、どんな音楽になるかさっぱりわからないね。ということで実例を聞いてみようか。の意地の道、風が運ぶ昔の歌、胸の奥で響いてる、忘れられないその声を夜空の下で歌う、月の光が照らしてる、そのメロディーは揺れる影、心に触れる手のように。日本語由来の有名な英単語をスタイルにした時の効果を聞いてもらったよ。柴犬は歌謡曲風になるスタイル、レアな効果で面白く使えそうだね。将軍はギターメインの和風バラード、そこまで和風っぽくはならないんだけど、洋風にならないだけでも価値はあるね。普通のバラードは大抵洋風になるから。忍者は低音が強く静かなホラー要素に歌をラップにする効果を足したスタイル。ホラーもラップもそこそこレア効果だから使い道はありそうなスタイルだね。ところで将軍、忍者ときたら侍はって思う人もいると思う。もちろん侍の効果もあるよ。緊迫した場面の映画 BGM っぽくなるね。他にもなぜかロックになる絵文字、なぜか R&B になる豆腐もあるよ。ただ侍、絵文字、豆腐は他にもよく似た効果のスタイルが多いんだ。だから実用性を考えて珍しい効果のスタイルの実例を紹介したよ。それと今回紹介したスタイルはそこまで効果の強くないスタイルが多い。スタイル単独なら曲調は安定するけど、他のスタイルと混ぜると特徴が消えやすいよ。だから普段の動画でやっている
他のスタイルと混ぜた時の効果は紹介しない。それじゃ次は音楽と関連のある日本語由来のスタイルを紹介するよ。ビジュアル系任天堂、そしてジュリアナ東京。これはもう単語名を聞いただけでどんな曲になるか想像できるね。というかジュリアナ東京はもう BGM でものすごく主張してるね。ともかく実例を聞いてみようか。インストとボーカル曲を生成してみるよ。街の石の道、風が運ぶ昔の歌、胸の奥で響いてる、忘れられないその声を、日本の言葉が響く、時代を超えて今も耳を澄ませば聞こえる、未来にも届くこの響き。の街のへしの道、風が運ぶ昔の歌、胸の奥で響いてる、忘れられないその声を夜空の下で歌う。音楽関連の日本語由来のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ビジュアル系はビジュアル系の曲を作る。特に歌声に影響を与えるよ。任天堂はファミコン風の曲を作る。音よりも構成がファミコンっぽくなるね。ジュリアナス東京は歌詞とは無関係に、インストでも特定のセリフ、歌を曲に入れる。曲調をジュリアナ風にする効果はあまりない。他のスタイルと混ぜた方がいいだろうね。大量入力が必要なくらい効果は薄いし、全く実用的ではない効果だけど面白い効果だから紹介することにしたよ。一応日本音楽史の1ページではあるし、ここでちょっと触れておくべき話をするよ。例えば任天堂って使っていいのって話。人名、曲名、企業名、製品名。現代には知的財産権のある単語も多い。生成 AI の知的財産権の取り扱いについては現状法整備もされてないし判例もないけど、内閣府がプロンプトの入力行為は著作権法30条の4が適用されるって方針を出してる。単純に言うとプロンプトに何を入れてもその行為は法令違反ではないってことだよ。ただ既存の著作物と似たものを作る目的でプロンプトを入力する行為は当然ダメ。つまり既存の曲と似たものを作れる。プロンプトを入力するのはアウトってこと。音楽が似ているかどうかの判例はいろいろある。特に記念樹事件は有名だと思う。この話は音楽知識プラス法知識が要求されて超ややこしいので結論だけ言うと、スノでは人名、曲名、プロンプトはアウトになる可能性が少なからずある。一方で企業名、製品名なんかはアウトになる可能性はほぼゼロだと思う。もちろん 100% 大丈夫とは言えない。でもそのリスクは全てのプロンプトにある。
以上を踏まえてこの動画では現代の人名、曲名、プロンプトは紹介しないよ。逆に言うとそれ以外は全部紹介する。この動画の方針はそんな感じにするよ。面倒くさくて難しい話を長々としちゃって申し訳なかったね。現代をテーマにするとこの問題があるから。今までは古い時代をテーマにしてきたけど、今回ある程度方針を決めたから、今後は現代テーマの動画も作っていくよ。話を今日の動画のテーマに戻すよ。最後にちょっとだけ補足しておくね。日本語由来の英単語スタイルは今日の動画でほぼ紹介したんだけど、ボーカロイドはって思った人もいるかも。これは意図的に紹介しなかったよ。ボーカロイドのヤマハと808のローランドは日本ではなく世界音楽史で語られるべき。だから今回はあえてスルーしたよ。今後別の動画で紹介するね。それじゃまたね。Julianos Tokyo